皆さんこんにちは。ミニメロン伝説です。早速ですが、皆さんは円を編もうとしてこの魔法陣のような図を見たことはありませんか？きっとここで意味がわからなくて諦めた方もいると思います。しかし、この魔法陣が読めるようになると、こんな簡単だったのかと感動します。そして円を編むのが楽になるはずです。それでは一から説明していきます。その前にこれからの説明でわからないことがありましたら気軽にコメント欄で質問してください。また画像付きで質問したい方はインスタグラムに DM していただければ返信いたします。各 SNS は上の通りです。まずは編む方向です。この赤い線のように半時計回りに進んでいきます。そして1段目から2段目、2段目から3段目へとどんどん外の方へ広がっていきます。最初は輪を作ります。輪とはこの左の赤いマークです。糸端を下にして左手の前に持ってきます。そして糸を下から回します。私の場合は2周します。これで輪が完成しました。次は鎖編みをします。鎖編みとは左の赤いマークです。かぎ針を輪の中に入れて糸を引っ掛けて出します。そして鎖編み。次は細編みをしていきます。細編みは左の赤いマークです。最初の目はマーカーをしておくと楽です。図に書いてあるように細編みは半時計回りに進んでいきます。1段目の細編みはすべて編み終わりました。最後の目にマーカーをつけると分かりやすいです。糸端を引っ張ります。引っ張ると小さくなる輪があります。次はその輪を引っ張ります。するともう一つの輪が小さくなります。次は糸端を引っ張ります。これで形が円に近づきました。次は引き抜き編み、赤い点です。これで1段目が終わりました。鎖編みをします。次はこの赤い V 字マーク、細編み2目入れるという意味です。
左の図を見ると2段目は増し目マークしかないので、すべての目に細編み2目入れていきます。次は点マークなので引き抜き編みです。3段目になり鎖編み。次は細編み2目入れるのと普通の細編みの繰り返しです。引き抜き編みをします。これで3段目は終わりです。円の仕上げは鎖編みをし、糸を切ります。
これで円の完成です。今回はいかがでしたでしょうか？円の編み図の仕組みわかりましたか？これから皆さんの編み物が楽になれば幸いです。わからないことがありましたらお気軽にコメントください。